それでは瞬間の速度と平均の速度について解説します。実は位置と時間の関係を表す xt グラフは直線とは限りません。こんな風に曲がった xt グラフもあります。高校生はこういう風なグラフを詳しく解析はしないけど、こんなのもありだってことは知っときましょう。時刻 t、つまり何時にどこにいるか、何時にどこにいるか、それをずーっと点を打っていったものが、この xt グラフでした。しばらく難しい解説が続きますが、そんなもんかと思って聞き流してくれても大丈夫です。その時刻の接線の傾きを瞬間の速度と言います。例えば、1秒の時の接線の傾きは、時刻が1秒の時の瞬間の速度。2秒の時の接線の傾きは、時刻が2秒の時の瞬間の速度って言います。瞬間の速度っていうのは、その瞬間瞬間での動こうとする勢いみたいなイメージです。一方、二つの時刻について最初と最後の点だけ見て求めた速度を平均の速度と言います。平均の速度っていうのは途中のスピードアップとかスピードダウンとかを無視して最初と最後の2点だけを使って求める速度です。途中何が起ころうが全部無視して最初の点と最後の点をビシッと直線で結ぶ。そしてこの直線の傾きが平均の速度になります。こんな冗談が有名ですよね。警察の人がスピード違反の車を止める。ちょっと、あなたの車 100km パー時間、時速 100km でしたよ。速度オーバーですよ。そうすると、ドライバーさんが答える。1時間ドライブしてるんだけど、途中休憩してたから、まだ30キロしか進んでないよ。1時間で100キロなんて動いてないよって答える。これ実は、警察の人は、スピードメーターの示す値、つまり瞬間の速度の話をしてるんだ。その瞬間にどれだけの勢いで車が動いてたかっていう話をしてる。一方、ドライバーさんは平均の速度の話をしてるんだね。それでは問題です。電車は動いたり止まったりしてます。はじめの駅 A からスタートした電車が東へ進み、駅 B に着くまでに10分かかりました。駅 A と駅 B は 10km 離れていました。この電車の平均の速度は何 km 毎分か。ただし、東向き、この電車が動いた向き、東向きを正とする。はじめと最後の2つだけを見て平均の速度は出すんだね。はじめの駅 A、そして途中何があったか知らないけども、とにかく駅 B に着いた。A と B の間の距離は 10km。で、途中動こうが止まろうが関係ない。A と B に、A から B に行くまでに10分かかった。このはじめの点と最後の点だけを見て、10km 離れているところを10分かかったんだからって考えて、1km 毎分と答えが出るわけです。あんまり気にしなくてもいいけど、東向きが正だってことに気をつけて、もしこれ問題文が逆向き、西向きを正としていたら、答えにマイナスがついて、マイナス 1km 毎分になるからね。このプラスの方に進むときに僕たちはプラスって書くんだね。速度には向きがあったよね。このどっちを正とするかによって速度はプラスになったりマイナスになったりするから気をつけて。だけど基本的にマイナスで動くっていう風に問題がこう指定してくることはほぼないけどね。もう気づいたかもしれないけど、二つの点を取って線で結ぶ。で、その線の傾きが平均の速度。で、この二つの点、今回こんなに離れてるけど、この点を限りなく近づけたとき、この2点を限りなく近づけたときの線の傾きを僕たち
瞬間の速度って呼んでるんだ。もちろんこれは微分の考え方だよね。この限りなく小さくとかね、限りなく近いとかいう、そういう概念をしっかり議論したのは、あの有名なニュートンですね。